平地にやってきました。うん。毎年なぜかこの寒い季節に平地に来るんですけど、というか2年連続で久々の遠出でワクワクしております。しばらくもうこっち帰ってきてから全然 Vlog 撮ってなかったんですけど、この間ようやくリンチェも富士山に行った時の動画を自分で一人で富士山に登ってたんですけど、その時の動画を編集してだいたい編集終わったみたいなので、そろそろ先に富士山の動画が上がると思います。ほいで今から到着して、今1時ぐらいなので午後のご飯を食べに行こうと思います。 Let's go to the restaurant. I'm so hungry. You too. ペイチ駅からバスで15分ほど、レビュー評価の高かったチュルクバーエッテレムというハンガリアン料理店に来ました。動物は NG のようです。テラス席もあったから、もしかしたら外だったら行けるかもしれないね。店内は結構広くて、お昼時でお客さんもたくさんいました。このギンガムチェックのテーブルクロスがあるところって、なんかハンガリー料理店って感じがします。料理の価格帯としては、スープが750円から1200円ぐらいで、メインが2000円前後。地方都市の、しかもバスとか車でしか来れないような外れなのに、結構いいお値段だなというのが最初の感想です。Specialty of this restaurant. They have a place without it. Everything has chuluk. I think so. ここの看板メニューのチュルク、一体どんなものなのか楽しみです。私は飲み物にサングリアを注文しました。結構ね、冷凍のフルーツキューブがいっぱい入ってて、これで300円ぐらい。何気にメロンを久しぶりに食べました。結構ね、具だくさんっていうかね、フルーツたっぷりで、しかも味も飲みやすくてすごい美味しかった。パプリカクリーム。Looks tasty. スープを頼むと基本パンがついてくるので嬉しいポイントです。 What is this? そうこうしているうちに料理が来ました。とんでもないです。すごいのが来ました。これはビンチェが頼んだんだけど、チュルクにパン粉のようなものをコーティングして揚げているのか焼いているのか、そんな感じのお料理です。で、私はバブグヤーシュレベシュ豆のグヤーシュスープを頼みました。これもチュルク入りです。さあ、チュルクって何なんでしょうか。これが料理の断面。ステーキのようなお肉が3枚も。このボリュームで2000円くらいだったら逆に安いかもしれないです。豆のグヤッシュスープはずっと気になっていたので初挑戦。めちゃくちゃお腹空いてたんで体に染み渡ります。正直量が心配だったんですけど、スープだけで十分なくらい具がたくさん入ってます。これがチュルク。めちゃくちゃうまい。豚の足のことをチュルクというそうです。つまりこのレストランは豚の足を使った料理を提供しています。トロトロに煮込まれていてめっちゃ美味しい。ビンチェのも味見させてもらいました。
めちゃくちゃ柔らかい。見た目的に結構しっかりしたお肉なのかなと思ったらすっごく柔らかいです。なんか高級な厚切りハムみたいな、それのもっと柔らかい感じ。でもちょっとこの量を食べれる感じがする味じゃないですね。一口食べただけでもがっつり感がすごいです。味がしっかり濃いので、このクリーミーなポテトサラダと一緒に食べるとちょうどいい感じ。ヴィンチェが脂身の部分がめっちゃ美味しいよと言って分けてくれました。And the meat is so soft because of the fat. 最高に美味しいです。油の部分はお肉がホロホロで麻薬的な美味しさ。ハンガリーの豚肉文化はやっぱりすごいなと感心します。周りを見渡すと他のテーブルの人たちはスープとパンでランチを済ませている人が多い印象でした。でその後にデザートでパラチンタを食べたり、そのぐらいがちょうどいいんでしょうね。私のスープも豆がすごい量でめちゃくちゃお腹がいっぱいになりました。美味しかった。お腹がいっぱいになったので中心地にまた戻って街を歩いていきたいと思います。ちょっとしたところが可愛らしいですよね。ペイチは京都みたいに学生の多い街、住みやすそう。かわいい。Stop. Who's the gentleman? Just a guy. Gentleman doesn't do it. It's true. I just wanted to be polite. Wow, so cool. So cool. Siestock. かつてはオスマントルコ帝国に侵略されていたハンガリー。こういうとこで戦っていたのかもしれないですね。私が最初に住んでいたアパートのフラットメイトはもともと学生の時ペイチに住んでて、ブダペストに引っ越してきたもののやっぱりペイチの方が全然好きって言ってました。ちょっとわかる気がします。 Looks like a huge. Kuchat, baby nitirosh. Bearat. さて私たちがやってきたのはジョルナイ博物館。ジョルナイはハンガリーの三大陶磁器メーカーの一つで、国内では誰もが知るブランドです。ペーチという町はジョルナイの本拠地なのですが、結構ブダペストでもね、このジョルナイデザインの建物とか噴水とかね、公園の
そういったものを見ることができますよ。ジョルナイが面白いのは結構異文化のデザインを取り入れているところで、おそらくアールデコのブームに乗って日本のデザインとかアジア中東のデザインを結構取り入れていて、その和洋折衷の雰囲気がとっても面白いです。この博物館はこんな風に展示室も工夫されていて、いろんなスタイルの作品が見ることができます。これが戦前のジョルナイ工場の様子らしいです。結構女性も働いていたようですね。ペーチの中心地の広場に来ました。去年もここに来た時にクリスマスマーケットがあったのでって思ったら、クリスマスマーケットまさかの始まってなかったです。だいたい11月の末から始まるっていう感覚だったんですけど、ちょっと早すぎましたね。多分この週の週末からスタートだったんでしょうね。去年買ったクリスマスデザインのマグがついているホットワインを頼みたかったんですけど、まあしょうがない。ワイン店の前で売ってたホットワインがあったので飲みました。去年ここに来た時は風がビュービュー吹いてて本当に寒かったんですけど、今日はちょっと雨っぽくなってきました。でもこの霧がかってる感じも結構雰囲気があって好きです。Crazy scientist is living inside. マッドサイエンティスト。 Yes. Like, モルジャ、パン粉とわざわざ翻訳がついているレストランがあったんですけど、日本語なのに何のお店かよくわからなかったです。ちなみにヴィンツェはこの間ずっと昼の残りのチュルクを持ち歩いています。一日の終わりに丘の上のお城の跡地まで行ってみることにしました。めっちゃ遠かった。よう歩いて坂を登ってきたわって感じです。On the tree. 思ったよりも雨が強くなってきてしまって、傘も何も持たない私たちはびしょ濡れでした。よく風邪をひかなかったわ。めっちゃ雨です。今回も日帰り旅なのでブダペストへの終電に乗るために駅を戻ります。終電はなんと7時台なので要注意です。今日も見てくれてありがとうございました。またね。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走って行け Train Train どこまでも Train Train 走って行け